今回はソウル郊外のキョンギ道カピョンという町にあるとある特別な村へ行きます。日本でも昨今話題になった韓国を本部とする宗教団体の統一教会。今から紹介する町はその統一教会の聖地とされ発祥の地とされる場所、統一教会村へ行きます。教団が築いた大学、ホテル、病院、宮殿やレストランなどが集約されて一つの村が形成されている場所。一般社会から切り離された宗教都市があり、一般にも公開されているので、今回この動画で取り上げることにしました。日本でも連日政治とお金の関係で話題になり、社会問題として注目され、この団体は解散命令まで裁判所から出ています。韓国人のイメージとの間には温度差があるらしいのですが、一切関係がない私がこの関連施設が集約された聖地となっているカピョン統一教会村の知られざる実態を私の個人的な視点でレポートします。それではご覧ください。職務質問みたいなのされました。これ狙われるかもしれないな。ということで、今説明した通りですね、私は今韓国のソウルにおります。で、本日の日付が2025年の4月の29日です。それで今から韓国ソウルの郊外にありますカピョンというね町へ行きます。今回ですね、私非常に悩みました。このネタをやっていいのか、一応やってはいけないってことはないんですが、なかなかね触れてる人がいなくて、日本ではね統一教会っていうのは解散命令まで出て今裁判中だと思うんですけど、なかなかこう政治と金の問題とかね、奥が深い闇が深いような感じではあるんですが、私自身はですねこの宗教全く関係ありませんので、一般的な本当に公正公平な目線でですねちょっと興味がありました。その宗教村ってなんだろうみたいなね、その施設の本部が山の方なんですけども、ここからソウルから1時間半ぐらいかけていけばその密集しているところがあるんですよね。それは非常に興味があるし、皆さんも別に宗教とか関係なくねちょっと気になるじゃないですか。だからここをね取り上げてみようと思いました。なかなかね日本のクリエイターの方でこれを取り上げてる人いないと思う。 YouTube で調べましたけど、韓国人がやってるのはあったんですけど、日本人でその村に行ってねなんだかんだっていうのはありませんでしたので、実際に私のこの動画でですね、皆さんがどれぐらい興味あるかは分かりませんが紹介しようと思います。はい、それで今トンデムンにいるんですけど、これから地下鉄で乗り継いでですねそのカピョンという町に行きます。でカピョンは、韓国旅行詳しい人から、してみれば知ってるかもしれませんけど、ダッカルビのなんか拠点というか発祥の地、チーズダッカルビとかよく、最近あんまあれかもしれないけど一時期ブームでしたよね。そのお店が有名なところがあるという感じですね。あとキャンプ場とかそういうちょっとしたリゾート施設が多いエリアっぽいです。軽く調べた感じだと。まずは地下鉄1号線に乗ります。남녀 공용입니다. 1,000원씩. 사료값도 좋고 얼마 줬어요. 얼마 전장 쓰기 좋고. 자, 이 회지 두 가지. 자, 한 건은 1,000원씩 드리고. それで地下鉄1号線の江木駅着きました。ここで乗り換えて、京春線だかな、京都の京に春、そちら乗り換えます。ということでだいぶ時間かかりました。1時間半以上かかりましたかね。はい、カピョンに着きました。でここからタクシー、バスでも行けるのかな。タクシーでねだいたい20キロぐらい離れた場所にその統一教会村があるので、そちらに、とりあえず移動しましょうか。こちらのカピョンという町、ほんと田舎って感じですね。駅前にコンビニ、イデアコーヒーとかありますけど、基本的に何もないです。ただ外国人の方がちらほらいますね。なんでなんだろう。この辺のそのキャンプとか、そういうところに行くんですかね。一応タクシー乗り場にタクシーもたくさん止まってますし、バス乗り場があって、で観光案内所がありますね。ちょっと聞いてみようかな。今観光案内所の人が説明してくれてます。バスで行けるのかな。
저 설악의 그 저기 문성명이 그 タクシーの方がいいということでタクシーになりそうですね。 이쪽으로 갈라지는 すげえ全部やってくれる。はい、バスがですね次だと2時間後ぐらいだったんですよね。なんで、タクシーで行った方がいいんじゃないかっていう提案でタクシーになりました。カピョンの駅からは結構遠いですね。駅からだいぶ山の方に行かないといけないみたいですね。そんななんか隠されたところに宗教村があるんですよ。ここでなぜカピョンに統一教会関連施設が集中しているのかをお話しします。一つ目、自然環境が信仰活動に適している。カピョンは山と川と森に囲まれた静かな田舎町で、宗教的収容や瞑想に最適な環境です。韓国でも有数のヒーリングエリアとしても知られています。人口が少なく土地も広いため、大規模施設が建てやすいという利点があります。二つ目はソウルから近い立地という点です。ソウルから車で約 1,2 時間という近さでアクセスが良いです。都市と田舎のバランスが取れているため、大型施設の建設にも適している。三つ目、教団内で聖地とされている。文鮮明氏がこの地で多くの宗教教義を行ったため、信者にとって特別な意味を持つ場所となっています。毎年多くの信者がカピョンを巡礼地として訪れています。もうこの辺りが統一教会村に入りましたね。今山のちょっと見えづらいんですけど、見えないな、上にある神殿みたいな場所、本部をね目指しております。すごい広いですね。この村にはホテル、病院、大学、あと教会ですね、ちょっと見えてますけど、あと本部の機能といろんなものがね集約されてるんですよね。後ほど、もうお昼の時間なんですけど、レストランがあるんでね、信者たちが食べてるいろいろ名物があるみたいなんで、それも食べたいと思います。着きましたね。天苑宮とは統一教会の新たな宗教中心地として建てられた巨大な宮殿で、教団にとっての聖殿とも言える場所です。総工費約500億円とされるこの宮殿は、祈祷室や展示室、セレモニーホールがあり、世界中の信者が巡礼に訪れます。まさに教団の心臓部です。式典には約8000人の日本人信者が参加したと報じられています。それでですね、今入り口までタクシーで来たんですけど、やっぱりね入れなかったですね。この天苑宮っていう総工費ね500億円以上かけて作られた大きな本部というか、ホールみたいな、教会みたいな、ちょっとなんて言っていいか分かんないですけど、あるんですけど、統一教会のね、今もうシンボル的な場所ですよ。でこの先今セキュリティの人に、中はね信者じゃないと入れないと言われてしまいました。それがちょっと見たかったんですけどね、うっすら見えてると思うんですが、他の施設はね行けるところもあるんで、今ここがすごいところです。統一教会のもう本部ですね、中心部で、上にもホールとかあって、先日ね合同結婚式とか行われて、でこの天苑宮っていうのが最近できたばっかなんですよ。で500億円かかってて、日本の信者の人たちのお金もだいぶ投入されてると、聞いております。それはニュースでもやってました。ここに入れないんだね。写真とか撮れなかったな。
この外からのこの門とか外から映すのは問題ないらしいです。でこの辺がもう全部関連施設で、もうあそこもね入れないって言われちゃったんで、下のレストランとかミュージアムとかは行けるんですけど、はい、こんな感じですね。さすがにやっぱりね本部の中は入れないね。入れないとは思ってたけど、一応来てみました。写真ぐらいならねその敷地の中で撮れるかなと思ったんですけど、入ることすら許されなかったですね。これはでも一応予想はしてました。ただこの下の施設とかがすごいんで、それをちょっと見に行きます。この先は一応大学なんですよね。これも統一教会関連のね、大学と、これ大学院と書いてありますけどの施設ですね。この大学は統一教会の理念に基づき設立された宗教系の私立大学院です。一般的な大学とは異なり、この大学では愛天、愛人、愛国の精神のもと、信仰と霊性を軸にした人材教育が行われています。神学や平和活動を専門的に学ぶカリキュラムが整えられ、学生たちは単に知識を学ぶのではなく、教義に基づいた世界観や使命感を養っていきます。本学は特定の宗教的理念に基づく教育機関であり、その理念を共有する人々に向けた専門的な学びの場となっています。やっぱり大学もダメですね。今入り口まで来たらスタッフの人に来てね、ダメだと言われました。厳しいね。かなり厳重にいろいろやってますね。結構なんか学生さんの声とかも聞こえるんで、普通の大学だとは思うんですけど、でも統一教会がやってるという感じですね。だいぶ山を降りてきましたけど、あの辺何なんだろうな。確かに本当にこの信者の人しか来ないですよね。このエリアは車も全然通ってないです。この先が HJ マグノリア国際病院という、多分山の方にあるんですけど、大きな病院があるみたいですね。これも統一教会ですね。この HJ マグノリアっていうのがよく出てきますね。一応日本語も書いてある。タクシーで最初に山まで来といてよかったですね。もう奥にも見えてるんですが、この辺全部統一教会の施設なんで、そうこの辺だったらね、あの辺であれば多分入れるんで、あとレストランとかなんかミュージアムもあるんでね。この上りで2キロぐらいあるんですよ。下りだからまだいいですけど、あとこの辺本当に何にも交通機関ないんで、タクシーで来るか、あとバスあるけど、大学生がいるからバスあるんですけど、よくわかんないですね。でもすごい広大な敷地ですよこれ。建物自体は超綺麗ですね。やばいです。今山を歩いてたら、このセキュリティの人たちが今、お前は何しに来たんだっていうので、今ちょっと職務質問みたいなのされました。この人たち民間なんで逮捕する権利はないと思うんですが、で今お前は YouTuber だろっていうことで調べられましたすごい徹底してるな。やばいっすね。ここまで徹底して追いかけてきましたね、車で。怖いな。俺狙われるかもしれないな。おそらく守衛の人たちに言われたんでしょうね。変な YouTuber がいるからちょっと捕まえろみたいな、話してこいみたいな言われたんでしょうね。もうチャンネル名も今教えろみたいなこと言われて、そう渋ったけど結構強気に言われたんで、教えました。でこの後何するんだって言われたから、今下に行って下の施設見たり飯を食うって言ったら、それは OK と言ってくれました。ただ中、大学と本部の宮殿はもう外からの写真はいいけど中は絶対入れないから諦めてって言われました。怖いな。早かったですよ本当に。すぐ車が横付けしてきましたからね。なんなら車今下に行きましたからね。俺がレストランとかあいつ来るぞっていうので先に情報回されそうですね。撮影するなとか言われるかもしれないな。別に悪意を持って今回紹介してるわけじゃないんで、私はこういうものがあるよっていうので、私信者でもなく平等でな目線で撮ってるんですけどね。
いやー、今でもなんかちょっとドキドキしますね。スーツ着た男2人が降りてきましたからね。黒塗りの車で、お前何やってんだみたいな感じで怖かったな、ちょっと。まあでも話したら普通だったけど、でもやっぱりなんかこうひた隠しにしてるものがなんかあるんかな。広大な敷地内には礼拝施設や大学、病院、文化ホール、レストラン、老人ホームなどが集まり、信仰、教育、文化、医療、レジャーが融合した宗教都市として機能しています。教団が目指す理想社会、天一国を形にするために整備され、この一帯は精神ビレッジと呼ばれ、これらの施設のほとんどが信者の献金によって成り立っているそうです。それで今目の前に見えてる建物がですね、ヘブンバーガーといって、統一教会が運営してるハンバーガー屋さんで、いわゆるね、信者バーガーとかとも言われてるらしいんですが、結構美味しいらしいんですよね。文生命という、教祖様がいて、でその信仰にちなんだ信仰ハンバーガーとして販売されており、短い時間で栄養をしっかりとるために開発されたレシピで、その真のお母様と呼ばれる菅鶴子、日本語で読むとですね、この方がレシピを監修したという感じの記事が出ております。で自分もこのヘブンバーガーちょっと食べてみたいんで、ちょうど昼飯時なんでね、これ誰でも多分食べれます。はい、なんで行きましょう。この辺も全部宗教施設ですね。宗教関係施設。あれもすごい広いホールですね。多分あそこもね、外観しか撮れないと思う。普通にお腹空いたんでランチとして食べたいですね。ヘブンバーガー。まさかの営業してませんね。日本語も書いてあるわ。多分日本の信者の人も食べてたんだと思うけど、めっちゃ食べたかったのにな。もう一個レストランあるんですけど、もうずっとやってないのかな。でも中綺麗ですけどね。今日が休みというわけではなさそうですけど、定休日では。マジか。今日休みだ。29日だもんね。マジか。残念すぎるな。これめっちゃうまそうだね。ミルクシェイクが新メニューだそうです。せっかく来たのにな。このヘブンバーガーって面白いじゃないですか。統一教会バーガーっていうの。これを食ってるクリエイターいないでしょう。やりたかったな。ちょっと違うレストラン行きましょうか。なんとも言えない、ちょっとピリピリした空気感があるような気がしますね。これは多分ホテルですかね。統一教会のパターゴルフのあれがありますけど、それでこちらが唯一一般でもね入れる場所だと思うんですが、さっきのハンバーガー入れなかったんで、ここでご飯を食べようと思います。ここもね HJ マグノリアモッチブっていう施設ですかね。割と高級レストランっぽいですけど、飯が食えるそうです。あとはお土産とかなんか、展示品とかもあって見ることができるみたいです。唯一ちゃんとまともに紹介できますね。ここはだいぶ疲れた。このシェフが作ってて、監修してるのかな。チャイニーズレストランじゃん。でも下にあるのか。どうなんだろう。入りましょう。ヘブンバーガーここで食べれるんかな。はい、お土産とかいろいろ売ってますけど、後でちょっと見ます。それじゃあこちらのレストラン入ります。はい、それではお店入りました。普通の韓国にある中華料理のちょっといいところって感じがしますね。で今この文章を読むとチャイニーズレストランなんですけど、韓国の青瓦台ですね、大統領とか、要人の人たちの、ところで料理人をしてた人がやってるお店で、メインはやっぱ韓国式の中国料理とかで、コースメニューとかあるんですけど、私一人なんで無理なんですけど、1人4万ウォンからとか結構
ランクがいろいろありますよ。8万ウォンとか8000円9000円ぐらいのなんかコースがいっぱいありますね。夜もディナー2万円ぐらいのコースとか。自分はこのチャジャンミョン頼みました。チャジャン麺ですね。まあ一般的なやつです。まあ特になんか変わることはなさそうですけど、他にはちゃんぽんとかチャーハンとかですけど、単品メニューだとちょっとでもやっぱ高級ですよね。高いかも。ちゃんぽん1万6000円とか1万6000ウォンでとかだし、まあ一応統一教会の人たちがやってるレストランということでせっかく来たんで食べておきたいですよね。なかなか日本人でこの統一教会村に来て統一教会レストランで食べてる人いませんよ。ちょっともうあまりにも暑いんでコーラ頼みました。キンキンに冷えてる。本当はねヘブンバーガー何回も食べたかったんですけどね、さっき1回ね写真あったんですけど食べれなさそうですね。メニューにはないですね。じゃあいただきます。これは普通のザーサイですね。美味しい。それではチャジャンミョンですね。うまそう。思ったよりは量がなかったな。ほぼ日本人がこのレストランに信者以外で来たことはないと思います。統一教会チャジャンミョン。それじゃあいただきます。美味しい。ソースめっちゃうまいわ。普通にめっちゃ美味しいでもどこで食べてもあんま変わらない感じのジャジャンミョンなんで安定の美味しさですけど、ほぼ満席の感じですけど、皆さん信者の人なんですかね。多分そうですよね。あんまわざわざここに来て食べないですよね。普通な感じですけどね、店の中は。まああとはなんか展示物とかすごい、飾ってありますね。宗教のことだと思うけど読めないですけどハングルで、そんな感じのレストランでした。ということで非常に美味しかったです。統一教会村の中にある統一教会レストラン、まあチャイニーズレストランですけどね、何度も言いますが、今ねなんかランチは1000円らしいです。1万ウォンらしいですね。メニューでは1万2000ウォンだったんですけど、はい、ちょっと安かったです。この施設の今3階なんですけど、お店もありますね。なんかブランドなのかよくわからないですけど、それでこちらさっき3階だったんですが今2階に来ました。アクアガーデンという施設があります。一応カフェみたいですね。なんか魚いっぱいいますけど、でこういった軽食とか食べれるみたいですね。ピザとかチキンとか。ちょっと入りましょうか。うわーすげえな、めっちゃ広い。コーヒー飲みたいですね。これはすごいね。大量の魚が展示してありますね。思ったより人が入ってますね。あと広いです。今入り口の女の子に商品を買うように言われたんで、コーヒーどっちみち飲むのでなんかパン食べましょうか。全部にちゃんと日本語が書いてあるね。これめっちゃうまそうだな。あんバター塩パン、あとこっちドーナツ。このドーナツもやばうまそうだね。マジうまそう。亀チョコレートパンもうまそう。これ統一教会ケーキですかね。1個1000円ぐらいしますけど、レインボーケーキとかやばいねめっちゃでかいな。で今カフェでアイスラテとドーナツ1個買いました。これでね1万3000ウォンぐらいなので1300円400円ぐらいですかね。
普通にレジャー施設として機能してるんでしょうかね。これも信者の人たちだけなのかな。まあ、今このコンセプトカフェみたいな感じですよね。そっちの方のやつじゃなくて、なんて言ったらいいんですかね、まあ、こういう水族館っぽいカフェっていうのがこれ売りなんでしょうね。魚たちがすごい近くに寄ってきますね。多分なんか欲しいんでしょうね。じゃあちょっとアイスラテいただきます。普通に美味しいね。超美味しい。これは一応統一教会カフェになるのかな。なりますよね、施設の中にあるからね。一応お店の名前はアクアガーデンですけど、このドーナツも信者ドーナツみたいな感じなのかな。一応ね、さっきも何回も言ってますけど、ヘブンバーガーは信者バーガーって言われてるらしいですからね。それ食べなかったんですけどね。これ信者ドーナツになるかはちょっと分かんないですけど、いただきます。普通にうまい。まあ、韓国のドーナツはうまいよね。高いけどこれは美味しいわ。和みますね。外ね結構暑くて、なんかちょうどいい感じで休憩もできておしゃれでいいですね。なんか宗教の宣伝してるみたいになりそうで怖いんですけど、私は全く無関係ですからね。はい、何度も言っときますけど、でも普通に美味しいです。はい、さっきのジャジャン麺も美味しかったです。2階のカフェは無料だったんですけど、まあなんか飲み物頼んでくださいとは言われましたけど、こっちのなんだこれ、水族館というかちょっとした動物園みたいな感じのこの施設はお金かかるみたいですね。9000ウォン払えば入れるみたいですが、ちょっとそんなになんか大したことなさそうなんで入るのはやめますけど、こういったこともやってるんですね、ここの施設では。はい、あとは統一教会グッズが買えるやつですね。袋をしてますよね。なんか変わった風鈴みたいなの売ってますね。これも日本語で書いてありますね。やっぱ日本人の人、信者の人多いんだな、きっと。大量のフクロウの置物が売られております。1個1万7000ウォンとか、サイズによって値段が違いますね。はい、フクロウの時計とか4000円ぐらい。こっちは高いね、7000円とか。それでもまあそんな高くはないですね。はい、いかにもって感じですね。ちょっと謎の壺みたいなやつ、15万ウォンとか。こう壺系が多いですよね。こう宗教販売的ななんかあるんでしょうかあと陶器の置物とかですね。はい、これも壺ですね。花瓶かな、18万3000ウォン。これは大丈夫なんかな。統一教会グッズのお土産あってポケモンとか売ってますけど、これ大丈夫なんかな。とりあえずこんな感じでした。なかなか独特な世界観でした。お土産はもうね、普通に誰でも入って買うこともできますから、気になる人は行ってみたらいいと思いますけど、やっぱりこう宗教っぽさがちょっと感じられるものが多かったですね。今存在を知りました。この統一教会村の中をぐるぐる回る無料の巡回バスがあるみたいです。1時間に2本。これに乗ればあんなに歩かなくてもよかったんだね。まあでもほぼ歩きましたからね、いろんなところ。ほぼまあ村の中見ましたね。このボートとか信者の人しか入れないエリアは行けないですけど、基本的には歩いたかな。先ほどのレストランが入ってた商業施設の横にあるこちらが精神ビレッジってやつですけど、ちょっと入れるか分かりませんが最後行ってみたいと思います。一通り見た感じですね。これでホテルというか、まあ、なんか合宿したりとか宿泊したりできるとこだと思うんですけどね。やっぱり宿泊施設ですね。カフェも入ってますけど、1階がカフェがあるって。あとサウナとかもありますね。あと上はもう全部部屋ですね。ここは宿泊者の人たちが多分買うような売店みたいなとこですね。特別変わったものはないです。あとコーヒーとかも、まあ、一般の人も飲めるみたいですけど、こんな感じでした。
韓国の有名な人が来てるみたいですね。俺の知ってる人はいないけど、ブラックピンクとかは来てないですね。この聖神橋っていうのも統一教会のこの聖神っていう言葉が多分よく出てくると思います。そのちなんだ橋ですね。でこの施設ももうこの外観を見るだけになっちゃいますね。これも巨大なホールですけど、ここに綺麗なバス停がありました。一応これでカピョン駅まで行けるのかな。この建物もほんとすごいね。全部明かりついてないし人もいないんで、今日は閉まってるんだと思うんですけど、てか普段使ってるかどうかもわかんないですが、バカでかいですね。武道館ぐらいあるんじゃないかな、東京の。聖神平和ワールドセンターという場所ですね。ここがあれかな、合同結婚式とかした場所かな、あっちの山の方かな、ちょっとわかんないですけど、これもとてつもなく立派な、もうお金がかかってそうな感じですね。はい、この道のね、鳥が2匹いる門の中、これもね、奥に多分神聖な場所があるんですけど、信者じゃないと入れないんですよ。なんで見るだけになっちゃうんですけど、これもね結構人の出入りがあるんで興味ありますけど入れません、私は。やっぱりさっきの門の奥がですね、なんかクルーズも止まってるし綺麗な感じで、この湖の施設があるんですね、きっとね。信者じゃないと入れませんけど、すごい規模ですね。さっきの湖の場所すごいですね。マリーナカフェとかあるんですね。行ってみたかったな。この辺も全部統一教会の施設ですね。この山のね、ど真ん中奥の方に全てのね、この統一教会の本部を含めた機能が集約され、なんなら多分信者の人たちも住んでたり、大きなね、集まりとかイベントがあるときはここで行われるわけですよ。で、日本からも多くの方が出席したり、多分政治家とかも来てるんじゃないかな。今も説明したアップしてますけど、この500億円かけて作ったこれらをね見ることができなかったのが残念ですが、それ以外の施設は回ったんで、病院かな、あれは行ってないですけど、はい、こんな感じです。これが統一教会村ですね。日本人の人たちはほぼ知らないと思います。ただ昨今ね話題になってて、政治と金の問題もそうですし、いろいろ多分日本の政治家たちとねあるじゃないですか。あんまり言えないですけど、これが韓国の統一教会村という、場所をね、今回皆さんに紹介したという感じで、はい、これで一旦ちょっと終わりましょうか。はい、とりあえずこんな感じですね。今回私が来てみたかった統一教会村、やっぱり500億円かけて作ったホール、あそこ入れなかったのがねちょっと残念だったですけど、とりあえずカピョンの駅に戻ります。この動画が無事に上がってたら私は生きてるっていうことですよ。そんなことはないと思うけどね、大げさには言ってるけど、さすがにやっぱさっきの怖かったな。さっきはね全然反応しなかったんですけど、今ウーバー捕まったんで、はい、それでもうカピョン駅行っちゃいます。はい、ちゃんとウーバー来ました。助かりました。これで駅まで行きます。それで今カピョン駅の方に戻ってきました。冒頭も言いましたが、カピョンエリアはタッカルビ発祥の街なんですよ。なんでちょっと最後食べていきたいですね。まだそんなにお腹空いてないんですけど、せっかく来たからね、もう来ることないと思うから。カピョンのイメージがね、この宗教都市みたいになっちゃうと、実際そうな部分もあると思うんですけど、
一応名物とかあるんで食べましょう。この辺あれなんだね、朝鮮戦争の時の結構激戦区だった場所っぽいですね。アメリカ兵とかが映ってますね。いろいろね有名なお店もあるみたいなんですけど、タッカルビのだけちょっと調べてる余裕がなかったんで、適当に駅の近くにあるお店に行きたいと思います。目の前に見えてるお店営業してるんですけど、これねタッカルビじゃなくてサムギョプサルなんですよね。なんでここじゃないですね。この辺です。今15時過ぎぐらいなんですけど、ちょっとやってない可能性がありますよね。一応マップで見る限りはやってるけど、意外と田舎の方ってもう夕方まで休んじゃったりしてるから、そしたら諦めますわ。あとカピョンはね、そばも有名なんですよね。マッククスでしたっけ。それもでも両方食えねえな、さすがにお腹いっぱいすぎて。ソウルから地下鉄で、乗り継ぎをして1時間半で、もうこんなにど田舎ですからね。ありました、これですね、このお店だ。駅から一番近いタッカルビの店。10分ぐらいかな、駅から。近いです。あとやってますね。あとは一人で食べていいかどうかですよね。ダメって言われたら2人前頼みます。このお店ですね。今食ってる人なんかいないだろうな、この時間。残念です、断られました。一人じゃダメって言われた。2人前頼んでもねダメって言われたから、ちょうどね横にまだあるんですよね、他のお店が。これ今回厳しいかもしれないな。お隣のこれもタッカルビの店ですよね。頼むから入れてほしい。やってないわ、マジか。ここはこれカフェか。正面の店がこれあれか、関係ないか。ミルミョン冷麺、マックスかな。タッカルビダメだったんですけど、このマックスなら食べれそうなんで食べますわ。本当はタッカルビ食べたかったけどな。しょうがないね。この時間も時間だし、一人じゃ厳しいね。このマックスだけでちょっと今回は我慢します。別にこれソウルでもね食べれるし、タッカルビは別に食べれるんですけどね、発祥の地でっていうのでただこだわってるだけで、味は多分ソウルで食べても美味しいとは思いますけど。はい、それでは注文したカピョンマッククス、このごまが乗ってるのが確かポイントだった気がしますけど、あとキンキンに冷えてスープも氷みたいになってるやつですね。一番ポピュラーなやつを頼みました。麺はそばですね。はい、これで1万ウォンです。あと大根の漬物とか来ました。これはからしですね。であと酢とかも入れたりして食べます。量めっちゃあるからちょっと全部食べきれなさそうだけど、この辛いタレと混ぜてぐしゃぐしゃにして食べるんですよね。すごい量だな、麺が。はい、ちょっとまずはスープからいただきますわ。これはうまい。俺が好きなタイプのスープですね。ちょっと酸っぱいんですけど、すごいさっぱりしてて、だしの味もするし、焼肉屋さんの冷麺のスープの雰囲気なんですけど、ちょっと違う。あと冷えてるのがいいですね。スープだけ無限に飲めそう。美味しい。いただきます。うまいね。ちゃんとしたマッククス食べたこと多分なかったと思う。そばの麺の、この香りはすごいしますね。ただ日本よりはちょっとコシが強い感じで美味しい。
体が一気に冷えますね。タッカルビは多分食べきれなかったから、これぐらいの方がまだちょうどいいかもしれないですね。美味しい。とりあえずこれを食べてまた電車に乗ってね、ソウルに戻りたいと思います。それではごちそうさまでした。もうお腹いっぱいすぎて何も食べれないわ。でも普通に美味しかったですね。最後なんかめっちゃ口の中がさっぱりしました。とりあえず今回はこちらのカピョンという町がね、日本でいうと統一教会の、あと本部ですね、統一教会村と言われている場所に、行ってみたかったんで来てみましたが、なかなか独特な世界観で皆さんね、日本人の方こういう実情あんまり知らないと思いますから、こういう村がね韓国にあるよっていうことをお届けしたかったです。はい、普通なかなか行かないと思うからね、韓国旅行に来る日本人でも。そんな感じで今回終わります。この後またソウルに戻りますけど、一旦この動画はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。皆さんコメントと高評価よろしくお願いします。